定量定性面で話をしないとダメだなって思ってるんですね。システム戦略じゃないと思う。企業の中にある中経営計画がダメなところがあるんじゃなかろうかと思いまして、構造が悪いような状況を作っていると思っていて、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。システム組み立てチャンネルを運営している株式会社フライクの大滝と新堀です。新堀さん。はい。言えた今。はい。ちょっとこれ初めての試みすぎてちょっとニヤニヤしちゃってるんだけど、あんまなんか居酒屋以外でさ、そうっすね、喋ることこうないじゃん。対面することないですね。なんかお顔はイケメンで。ありがとうございます。じゃあ今日からね、この新しいスタイルでお届けしていきたいなっていうふうに思ってまして、対面しながら、ラジオ風にしっかりとフライクの思いの部分を伝えていけたらなっていうふうに思っております。で、今日は記念すべき第1回目ということで、システム戦略についてしっかりお話をしていきたいなっていうふうに思っております。中期経営計画で IT 戦略を描けない3つの原因、経営戦略とシステムが分断する構造っていうことで、先日ですね、頑張ってノート書いたんですよ。何センチなんだろう、多分1万文字、1万5000文字ぐらいいってて、結構頑張って書いたんですけど、思想の部分とかって文に現れない分ってあるじゃないですか。そこをしっかりお伝えしていけたらなっていうふうに思ってますよ。ものすごくなんか横文字が多くてなんか見にくいとか言うじゃないですか。漢字が多くて難しい、なんか中期経営計画とか経営戦略とか結構難しい内容なんだなってそわそわしてますいやちょっとしっとりしすぎて、いつも多分もうちょっと早く話してると思うんだよね。確かに。こんにちは、システム組み立てチャンネルの大滝ですぐらいの多分馬力なんだけど、ちょっと雰囲気しっとりだよね。そうですね。しかも暗いせいかとこれがあるせいか、なんか声もあんまり張らなくていいのかなみたいな。そう聞こえてないけどね、僕たちにはね。本題に入る前にですね、多分この内容を聞いてる方って経営者とか、経営陣とか、経営企画とかマネージャー層たくさん多いかなっていうふうに思ってるんですけど、まず手元に中期経営計画とか事業計画っていうのを用意していただけると嬉しいんですが、多分耳だけの人もいるので、手元で思い浮かべながら、手元で見てる人もいれば自分たちこういうふうに書いたなみたいなことを思い浮かべながら聞いてほしいなっていうふうに思ってます。新堀さんもご自身が、フライクのことでもいいですし、お客さんの経営陣として入った時のことで想像しながら考えてもらいたいなっていうふうに思ってます。例えば基幹システムに数億円投資しました。 SaaS も次々導入しました。アグレッシブに投資をしてるってわけですよ。でも現場はなぜか Excel に戻っていくいや笑ってる場合じゃないですね。でもそういうお客さん結構いたじゃないですか。我々のお客さんでも過去こんなんでしたみたいなお客さんいると思うので、そのお客さんを思い浮かべながら聞いてもらいたいんですけど、結果どうなるかっていうと、ツールばっかり増えて、なおかつ販管費は増えていきますと。お金が潤沢にある企業さんはいいかもしれないんですけど、一番困るのは優秀な社員さんほどシステムに振り回されて疲弊していく。で、最悪の場合優秀な社員から辞めてませんかっていうところなんですよ。我々も転職組ではあるものの、多分優秀だったはず僕ら、もしかするとそういう優秀な社員がシステムに疲弊して辞めていくっていうのも、これを聞いてる方って心当たりあるんじゃないかなって思ってて、その原因って実はシステムとか現場とかにはなく、企業の中にある中経営計画がダメなところがあるんじゃなかろうかと思いまして、今日はその話をしていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ今日お伝えしたい、訴求したい、聞いてほしい3つのポイントを、コンサルタントらしく結論からお伝えしていくんですけど、数億円の IT 投資が効かない根本原因は現場ではなく中期経営計画にあるっていうこと。2つ目は営業戦略、人事戦略は語れるのになんでシステム戦略だけ語れないのでしょうかねっていうところが2つ目で、3つ目はこの動画を見終わる頃には中期事業計画とか経営計画に何が欠けているのかが分かるような状況になってほしいなっていうふうに思ってます。どうですか？今始める前、ノートは社内レビューとして読んでるかもしれないんですけど、この3つ端的に答えれそうですか？パパッとですか？パパってパパッとはいけないでしょうね。難しい。何が不安？
まあなんか考え方がいろいろあるなっていうところと、経営計画っていうのもやっぱり社によって違うので、そこにこううまくこうマッチするのってなんだっけみたいなところっていうのがいろいろ今日お話しながらイメージつけていきたいなって思ってます。じゃあ早速本題に入っていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ事業戦略を思い浮かべてください。新堀さんがフライクの代表とでもしてもいいですし、他の会社の経営陣として入ったっていうことを考えてほしいんですけど、その事業戦略っておそらく10年後とか5年後とか3年後とかを思い描くと思うんですよね。企業の状況だったりとか、古くから歴史のある企業さんは10年後とかを想像することも多いですし、まだまだベンチャー企業とかこれからアグレッシブにいろんな投資をしたいっていう企業さんは10年後ではなく3年後とか比較的近いところを想像するので、企業さんによっては何年後かっていうのはさておき、近い将来を考えてください。新堀さん、質問ですよ。営業戦略、フライク社でもいいです。言葉語れますか？どんな営業戦略？営業の部分だけに閉じてくると思うので、なんかいろいろ話せるところあるかなと思います。じゃあマーケ戦略は、新堀さんはマーケ専任でもないしマーケの担当はないと思うけど、マーケの部門がいるとすれば、そのマーケの部門の内容を理解して、経営陣とか経営者の目線で語れますか？はい、語れると思います。じゃあ人事戦略どうですか？なんか専門家として語るのはあれですけど、なんかその一般的な、こうあるべきだよねとかこうしたいよねみたいなのは語れるかなと思います。採用とか教育とか定着目線が人事領域、ブランドも一部入るかな、どんな人を入れたいからこういうふうなブランディングしようとか、地方のとある地域に根ざした会社にするとか、今巷で流行りだけどリモートワークをするかしないかみたいなところもあると思うんですよね。じゃあここで今日の本題でもあるシステム戦略なんですけど、 IT 投資の計画、ERP の刷新に1億2億3億ですよとかではなく、システムを利活用した事業戦略のことをシステム戦略って言ってるんですけど、パッて答えれそうですか？20日ぐらいあれば。20日待とうかね、20日多分ですね、今聞いてる方は多分頭の中で営業戦略、マーケ戦略、人事戦略って大なり小なり流度は違えど考えてくれてると思うんですけど、システム戦略になった途端にちょっと言葉詰まったと思うんですよね。でその正体を今日は暴いていこうというか、もうちょっと深掘りしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、新堀さん的にここまでの話聞いてみてどういうご感想ですか？前者に出てきたこう営業戦略、マーケ戦略とか、絶対考えてるだろうなって、経営するにあたって聞いたことある言葉だし、でもなんかシステム戦略って今からシステム戦略を決める会議をするとかって結構そもそも言葉として存在してない言葉だなって思って聞いてました。そうですよね、でこのシステム戦略っていう言葉はその IT 戦略とかも結構似てると思うんだけど、あえてそのシステム戦略っていう考え方を広めていきたいなって思って、で造語というかよくある言葉だと思うんですよね、システム戦略って。なんかクラウド会計みたいなイメージだと思うんですけど、これまで会計のソフトってあったけどクラウドっていう概念がなかったからクラウド会計って言葉が出てきた、何年だろうね、2015年とかかな、ぐらいのタイミングだと思うんですけど、それと同じような感じでシステム戦略っていうのも今世の中にないです、なので語るのは無理だとは思うんですけど、この考え方をしっかりインストールすれば営業戦略とか人事戦略と同じような感じでシステム戦略が語れる。つまり IT に投資するところはもちろんのこと、その投資をすることによってどういうふうな事業を拡大していったりとかっていう戦略のところも描けていけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあ早速なんですけど、私が書いたノートの書き出しをちょっとそのまま読もうかなっていうふうに思ってます、中期経営計画を策定している時にふと手が止まったことはありませんか？ 3 年後の売上目標、新規事業の柱、注力市場、組織体制など事業戦略の骨格は描けます。営業戦略、マーケティング戦略、人事戦略もそれぞれの担当役員が責任を持って描いてくれるはずです。しかしそこに IT 戦略を加えようとした瞬間、多くの企業で筆が止まります。まさに今話してた、その通りですよね、じゃあ中期事業計画に IT 戦略がないかっていうと、多分聞いてくださってる方はあるよっていう人の方が多いなと思ってて、例えばなんですけど
DX 推進による業務効率化、耳が痛いほど、タコができるほど DX 推進って言葉が聞いてちょっと笑っちゃうんだけど、 DX 推進ってなんぞやだよね。だってもう最近だともうテレビ CM とかでもう DX うんちゃらとか言ってますよね。ファックスの DX って言われた時僕びっくりしたどういうこととファックスじゃんっつって。そうどういうことそれ eFax みたいなことみたいな。DX 推進による業務効率化と、あとは基幹システム刷新に〇〇億円かけるってことですよね。書いてるよねって意味合い、AI 基盤の整備ありそうじゃない？ありそうですね。でどれもしっかり書いてると思うんだけど、これってシステム戦略じゃないと思うんですね、僕は。どういうイメージです？これシステム戦略って言えそうですか？戦略じゃないですよね。言葉としては見てやりたいんだろうな、やんないといけないんだろうな止まりで、なんかそれ以上がないイメージですね。そうですよね、投資計画みたいなイメージで、僕はこれは予算項目と思ってるんですね。これに投資しますっていう宣言、なのでこれを株主だったりとか利害関係者に言うっていうある意味宣言にはなってると思うんだけど、賢い人たちからすると何すんの、っていうことになっていくと思うんですね、じゃあこれもちょっとノートの読み上げにはなるんだけど、これらは戦略ではありません。予算項目であり、やりたいことや取り組みを並べているに過ぎませんって思わない？抽象的というか。そうだね、なんか触りをこう言ってるだけみたいな感じですよね。なので、何のために投資しますかっていうと、業務効率化のため、DX 推進のためとか言うけど、実はそれってめちゃくちゃ抽象的で、抽象度の高い話だと思うし、じゃあどの事業にどういう効果がありますかみたいなことを聞くと、全社共通基盤にしますとか聞きますね。でしょ、なので事業戦略との接続がすごく曖昧だなと思って、確かにあると便利だけど、あると便利なことって他にも入れるものあるけど、なんでそれを入れようとしたのっていうところが空白になってる。じゃあどういう順番で入れますかっていうと、順次推進していきますと、順序の定義がないとか、じゃあどこまでやるんですか？継続的に改善していきます。いやゴール見えんやんじゃあどうやって測定するんですかって言うと、業務効率を向上しますって言うけど、それって定量指標がないから振り返りもできんくね、みたいな意味合いで、結果戦略と戦術が抜けてしまって、システム部門の予算申請書のそのままの書き方になってるんじゃないかなって思ってるんですよね。倫理書とかそういうイメージですよね。なのでシステムを利活用した事業戦略ではなく、本当システム部門の営業部門とかもそうかもしれないけど、お金を出してもらうための予算項目、科目なのかなっていう風な感じのイメージなんですけど、ここまで聞いてみて腹落ち感とかそわそわ感とか疑問点とかあります？そわそわ感かな。まず疑問点はなくて、その通りだなと。ただ言われないとみんな気づいてないだろうなと。で言われて多分今聞いてる方とかちょっと耳が痛いというか、になってるんだろうなっていうところで、なんかもっと深掘りして話聞いていきたいなと思ったんですが、なんでそもそもここに目をつけようと思ったんですか？なるほど。記事を書こうと思った理由みたいな意味合い？そうですそうです。僕らは業務設計、システム設計ってやってるじゃないですか、システム開発のところも含めて、でシステム導入成功率を 52.8% を 100% にしようみたいなところからもちろん来てんだけど、悪い聞こえ方になっちゃうけど、僕らが業務設計してもうまくいかない企業さんって正直いたんですね。いたじゃないですか。6年も仕事しているとさ、全てが僕たちがやったから 100% をいくってうまくいくっていうのは限らなくて、じゃあなんでその企業さんが業務設計をして途中でプロジェクト終わっちゃったんだろうかとか、業務設計してシステム設計して、システム開発までして定着化支援までしてるのに思った効果が出ない企業さんっていませんでした？なんかそういう風な企業さんのことを考えた時に、なんでうまくいかないんだろうとか、何が悪かったんだろうって、もちろん内政も含めてね、僕たちがやってきた悪いところも含めて考えてみると、戦略がない。事業戦略はあるけど、どうやってその事業戦略を支えるシステムにするかっていうのがないなってのを気づいて、業務設計をするときにもビジネスモデル聞くじゃないですか、ビジネスモデルを聞いたとしても答えれる企業さんって
いなくて、そうですね。その未来ね、今のビジネスモデルは語れるけど、将来ビジネスモデルこうやりたいですとか、今のをずっと持続可能な状態にするためにはどういうふうなシステムを、入れたらいいですかとか、どういうふうな状況になればその持続可能なものになるんですかみたいなことを聞くと、ないんだわ、なので聞きたいなって。その時にシステム戦略言葉があったわけじゃなく、深掘りをしていったら世の中に物がないというか考え方もないから、だったら名前つけようっていう感じでシステム戦略っていう言葉をつけた感じですね。でここで誤解をしてほしくないのが、そのシステムの戦略を描けないのは、今聞いてくださっている方とか見てくださっている方の能力じゃ僕ないと思ってて、いろんな経営者の人とかと話をしてきて思うことは、同じ場所でつまずいてるなって思ってて、その同じ場所が僕大きく言って3つあるなっていうふうに思ってるんですね、はい、中期事業計画の IT 項目欄が経営戦略になってもない、紐づいてないっていうことをまず自覚してもらいたいっていうのが今日の前半部分で、後半部分でその3つの原因を種明かししていこうかなって思ってます。ただもう結論から言っちゃうと3つあって、1つが AI 時代への鈍感さ、成長戦略が採用とか人材ありきで進めていって、人材×AI っていう概念がないっていう意味合いです。で2つ目、原因の2っていうところで IT 資産の過小評価なんですけど、 IT 投資がコストとして扱われ続けているので、どうせ来年再来年のタイミングでもっとライセンス費用を安くしろとかっていうのを経営陣が言っちゃうんですね、まあ現場はがっかりっすよ。そうですね、せっかく利活用してるのにさみたいなところあるので、IT 資産の過小評価。3つ目が業界の分断と空白っていうことで、そのユーザー企業ではなく、実は IT 業界自体に発生していることで、経営戦略と具体システムの間に実は大きな溝がある。この3つの話をしていこうかなっていうふうに思ってます。じゃあここからが前半戦というか、はい、たくさん喋ったにもかかわらず、ここからが前半の部分、はい、導入部が終わり前半のところなんですけど、ここまでもねだいぶ痛い話をしましたが、もうちょっとえぐらせてください。大丈夫だと思います。見てる人とか聞いてる人も前半部分で不安はなるかもしれないけど、後半部分でしっかりと説明をするので。じゃあ一旦は不安になってていいわけですね。前半は安心してください。履いてます一つ実験しましょう。はい、じゃあ新堀さん問題です、はい、営業戦略を IT 戦略と同じ書き方でしたらどうなると思いますかっていう質問です。はい、意味が分かんないと思うので、はい、もうちょっと僕の話を聞いてもらいたいんですけど、はい、営業を頑張って売上向上を図るって中期事業計画に書きます？営業を頑張って売上向上を図りますって書かないですね。どうやって書く？具体的な行動を入れますよね。具体ってどういうこと書く？例えば戦略みたいなところ、例えば電話しまくりますとかその頑張り方みたいなところをまずちゃんと深掘り、じゃあその電話しまくるに対して仮に電話しまくるなれば、じゃあなぜ電話しまくることが効果があるのかみたいな、なんで大事なのかみたいな、じゃあその電話からどのくらい取りたいよね、だから何件かけないといけないよねみたいな感じでこう深掘っていくかな。じゃあよりちょっと分かりやすいように質問すると、はい、3年で20から30億、今が売上高が20億です、はい、30億にするためにはどういう戦略を書きますか？プラス10億をするための戦略、3年間で10億。具体的にどんなこと書く？まずその10億の根拠みたいなところをちゃんと何パーセント何パーセント何パーセントみたいなことをやっていったりとか、あとはそのなんだろうな、どこを自分の商材がサービスが狙えるのかみたいなのをこうちゃんとセグメントをかけていったりとかで、じゃあそこに対してどういうアプローチを取っていくのかみたいなところ、またはそのじゃあ売り物も変えないといけないよねみたいなところとかもなんかいろいろ紐づいていくのかなと思います、じゃあその戦略と戦術をもう少しその定義をしておきたいなと思ってて、戦略っていうのはゴール達成のための道筋とシナリオを描き方向性を定めることなんですね、20億から30億にしますっていうのはまだ、宣言みたいなもんだけど、じゃあそれを20から30億にするための道筋とか、こういう風なシナリオを組んでいきますよみたいなのを戦略って言います、じゃあ戦術は戦略から落とし込まれたより具体的な手法や行動のこと、電話しますとかも一つですよね、なので私が、ノートの中で書いたのは、例え話で言うと営業戦略の戦略の部分は3年後に売上を20億から30億に引き上げるために既存の中期企業セグメントから大手エンタープライズ顧客へ顧客層をシフトしていこうと、よくありますよね、その今やってることが中堅企業が多かったらエンタープライズの方
方に行きますよみたいな意味合いです、うんうん、じゃあそのために既存顧客のアップセルで足元を固め、でその後2年目から新規の大手の企業さんの方に投資を集中させますと、営業的にね、はい、なのですぐに大企業さんのところに行くと既存が落ちちゃうからみたいなところです、じゃあより細かいそれをどうやってやるのかみたいな戦略から落とし込まれた具体的な手法とかで行動とかで言うと、先日はエンタープライズ専任チームを3名で立ち上げますと。なので次に ABMって言われるアカウントベースドマーケティングっていうエンタープライズの企業さんはすぐには受注することは難しいので、しっかりと根回しだったりとかお客さんの関係性とかっていうのを把握するっていう意味合いで ABM って言ってるんですけど、で、そうやって ABM を採用しますと。一方で月次の商談数は KPI は1人当たり8件。なのでエンタープライズとか中堅企業とかでも8件は必ず商談数をこなしていきますと、トップ営業の同行ロープレイを行って週に1回はロープレイをやっていきましょうみたいなのが戦術なんですよね。動き方ってことですね。そう、なんか話すとこの営業戦略ってすごくイメージつきやすいと思うんだけど、 IT になるとよくある企業が DX 推進で終わっちゃうんだよね。じゃあ DX 推進の戦略戦術ってどういうことですかっていうと、ポカーンってなる企業さん多いじゃないかなって思います、じゃあちょっと話は変わって IT 投資のところでお話をしていきたいんだけど、じゃあ私がとある企業の社長です。新堀さんは株主とか銀行マンとかって思ってください。つまり利害関係者ですね、はい、なので新堀さんが投資家もしくは銀行としてフライクにお金を貸す側、僕がこういうことを言います。攻めの IT 投資により事業成長を加速します。一つ目ね。二つ目が全社視点の観点からシステム基盤を再構築します。生成 AI の活用領域を拡大してまいります。社長が意気揚々と言ってそうですよね。じゃあこの方針、株主とか銀行マンとして新堀さんは何を突っ込みますか？納得する？納得というか、なんかいっぱい深掘りしたい。具体的にどういうことがある？攻めの IT 投資で事業成長を加速させます。何突っ込みたい？どう攻めるんみたいな、何を攻めるんみたいなところですかね。じゃあ次の全社最適の観点からシステム基盤を再構築する。何を突っ込みますか？最適の定義、最適って何なの、何が最適なのみたいなところですかね。他は何かある？前者って時に具体的には誰、全員がそんなにうまくいくの？部門ごとに考えなくていいの？みたいな感じですかね。最後よくある生成 AI の活用領域を拡大していきますっていう社長が意気揚々と言ってたらなんてぶっこむなんか新しいことなんでいくらかかるんですか、みたいな。あと何年かかるんですかとか。成果は気にならない？気になりますね、AI を入れることでどういう成果出んのとか確かにあるかもしれないですね。やっぱ投資家ってもちろん企業の成長を支えてるっていうのはあるけど、基本その利益を出してほしい、で株主に還元してほしいっていうところだと思いますし、銀行はそのお金でさらなる成長をしてくれてしっかりと利息を払ってほしいとか、未来永劫その税金をちゃんと納めれるようにしてほしい、みたいなところはもちろんあると思うので、宣言することはできたとしても株主とかが投資判断するための具体的な情報じゃない企業が多いと思ってて、例えば社長だったら最適解って全体を最適にみたいな意味の分かんない話だったりとか、あとは自信持って株主総会とかで、役員会とかでもいいけどちゃんと答えれない気がして、その IT 戦略システム戦略がないとただの宣言になりがちだなみたいなところだなと思ってます。でも一方でいい IR というかいい戦略を書いてる企業さんもあるなと思ってて、例えば定量的に3年間で全事業部の CRM と MA を統合する基盤に 2.4 億投資します。これにより営業1人当たりの月間の平均受注数を8件から12件に引き上げ、つまりプラス4件ですよね。3年後の売上を現在の20億から30億に拡大します。同時に案件管理から請求までのデータ連携を自動化し、バックオフィスの効率を年間1800時間削減しますっていうのが定量的ね、一方で定性的ってなると、これまで部門ごとに分断してきた顧客データを一元化することで経営判断のスピードと精度を上げてエンタープライズ領域へ顧客シフトを支える基盤を構築します。投資対効果は3年目以降
営業利益率の5ポイント改善として現れる見込みです。で、こういう風なのがあるとさっきに比べてさすごい納得感ない、納得感ありますし、さっき話してた営業戦略の話のこの20億から30億みたいなところと全部つながってきたなっていうのを感じましたね。 IT 投資で全社共通基盤にしますとか、ぶっちゃけやり方はどうでもいいかもしんないけど、より株主がやっぱここに投資をしたいなとか、銀行の方がこういう風な企業を応援したいなとか、自分たちのお金でより事業を加速させてほしいなって思うには、こういう風な判断というか定量定性面で話をしないとダメだなって思ってるんですね。ただこれが上場企業さんだから書けるとか書けないとかではなく、僕は非上場の企業さんでも書いてほしいなと思ってて、なんでかっていうと利害関係者の説明ってするなと思ってて、例えば銀行さんに対して期が締まったタイミングでの来期の取り組み、今期になるのかな、の取り組みとか事業計画説明会とかってあるじゃないですか、はい、であったりとか役員会とか幹部への方針、例えば経営陣が話して営業の部長に指針を下ろすみたいな時にも、そういうふうな説明会として語る場面は必ずあると思うので、上場企業だけじゃなくて、非上場の企業の人たちにも絶対この内容は把握してもらいたいなっていうふうに思ってます。じゃあここまでがちょっとネガティブな気持ちにたくさんなったと思うんですけど、もう少し深掘りもなんでこういうことが起こるのかなみたいなメカニズムを話をしていきたいなっていうふうに思ってて、ノートではですねこういうこと書いてるんですけど、はい、経営層も CFO も CIO も IT 投資を事業戦略の言葉で語る習慣をまだ持ってないからです。だから現場のシステム部門に IT 項目の投資やいい感じにしておいてとかっていうのを任せてしまいます。上質は上質で事業戦略まで踏み込んだ書き方ができないから、ベンダーが用意した提案資料の言葉や世の中で流通している経営キーワードをそのまま転記する。ありそうですよね。はい、結果 IR 資料の中の IT 投資は経営者自身が説明できないブラックボックスになってしまいます。はい、なんか読んでて悲しくなっちゃうね。そして株主からこの IT 投資本当に必要なんですか、3年後に何が変わるんですかって聞かれた時に経営者は答えに詰まるでしょう。どうですか。先ほどの話ですねこのすごいちゃんとしないといけない戦略を DX 推進の4文字で終わらせちゃうみたいな、流行ってるし、なんとなくこれでみんな分かるやろ、伝わるやろで自分もあんま分かってない状態でやっちゃってるってことですよね。なんか嫌ですよね。経営者は IT 項目いい感じに書いておけとか、上質はさ事業戦略まで聞いてないから分かんねえわ、で結果ベンダーの言葉をそのままさ人の言葉借りるじゃないけど、何も思いでないまま上質から経営陣に上げ、で経営者自身はそんな説明できませんと。じゃあこれって上質が悪いんだっけっていうとどう思います？いや上質かわいそうだと思いますだよね。情報システム部って、IT とかシステムに強いけど正直言うと事業戦略のプロでもないわけじゃん、なので僕は上質も悪くないと思ってるし経営者も悪くない。なので構造が悪いような状況を作ってると思ってて、ただこのブラックボックス自体はなくしたいと思うんですよね、だって会社の意思決定とかがさ遅くなるのは誰だって嫌じゃん、経営者も嫌だろうし上質もこの IT ツールでこういう改善したいっていうのにさ、いやちょっとまだだよとかって理由が分かんなかったらより腹立つと思うので、この構造が悪いなっていうのはちょっと理解してもらえたんじゃないかなって思ってます、じゃあもう少しここ深掘りしていきたいんですけど、経営陣がよく言う言葉に担当役員に任せてるから大丈夫とか CXO とか現場のマネージャーに権限移譲してるから大丈夫っていう言葉をよく聞くと思うんだけど、本当にそうなのかなみたいなところは思ってて、で僕はノートの中で経営者がだよ自分がわからない領域だからって他責にしてるだけではないでしょうかっていうのを書いたわけさ、どうすか？いやそうなんでしょうね、他責ただ他責なんだろうけど、気持ちも分かりますよね、ここは例えば CFO 君はファイナンスに強いんだから任せたっていう、その気持ちも分かるなって思いますね、じゃあシステム戦略とか IT の投資計画じゃなく IT を使った事業の戦略って誰に任せたらいいと思う？新堀さんその道のプロ誰？
いなくない？いないんじゃないですか。 CXO っていうのもない。だって CTO はテクノロジーオフィサーだし、テクノロジーですもんね、うん、CDO ってデジタルオフィサーなけど、でつまり何が言いたいかっていうと、日本中の経営者がつまずくポイント同じだなと思ってて、うん、なのでこれが発生してる、うん、ちょっと今日ね喋りすぎてんだよ。はい、なので前半はここまでにして、後半はこの3つの構造の原因をより深掘りをしていこうと思っているので、前半部分は脅して終わりです。そうですよねオラ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 って言って中期事業計画がないから、IT 戦略の項目とかシステム戦略の項目がないことを痛いほど理解したと思うんだよね、はい、うちもそうですみたいな企業さんとかたくさんいると思うけど、そこで終わりです今日はなので後半部分ではしっかりと構造的な要因をお話をして、こういうふうなことだから起こってるから、具体こういうことした方がいいんじゃないですかって言ったところとか、あとはこういう風な意識をして考えた方がいいんじゃないですかっていうのを後半でお話をしていこうっていう風に思ってます。まあいい人なんでね。楽しみですね。はい、やっと教えてくれるんですね。どうすればいいかを。そうなのでまあ今はどちらかというと分かるうちもみたいな状況が今までのところだったので、後半のところでは我々はこうした方がいいんだなとか、なんとなくこういう風にすればいいんじゃなかろうかっていうのが分かる後半になっていけたらなと思っております。はい、ということで、はい、前半はここまでで、後半もぜひ見ていただきたいので、はい、もし、システム組み立てチャンネルだったりとかポッドキャスト聞いてる方でチャンネル登録していない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。後半待てんよっていう人も中にいると思うんですね、僕みたいにせっかちな人はね、なのでその人向けにノートも概要欄に貼っておきますので、ぜひノートのフォローもよろしくお願いします。では次の動画音声までお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。